さて今回はこのご当地水槽の飼育水がかなり透き通ってきたということで、その理由を5つほど紹介するというそんな動画になるわけなんですけど、皆さんお元気でしょうか。前回の動画でこのチャンネルも来月で7周年になるとお伝えしたんですけど、皆さんのおかげで7周年目に突入したわけなんであります。というわけでチャンネル登録をいただいている数も22,222。このスクリーンショットを撮るタイミングが難しかったわけなんですけど、とてもめでたいわけなんであります。そんなわけで早速本題に行きたいとは思っているんですけど、この水槽を立ち上げてから1年が経ちましたけど、いろいろな問題解決あるいは試みがあったわけなんであります。当地ならではの問題というものもあったわけなんですけど、ほぼ一般的な対応で解決してきたということもあって、皆さんに共感していただけるところも多いかと思うんですけど、その前にもののけ兄さんが自然と戯れる様子を見ていただきたいと思うわけなんであります。今回は苗場車湖という湖のほとりでキャンプをしてきたわけなんですけど、もののけ兄さんが猿と揉めてしまったという貴重なシーンもありますので、ぜひご覧いただきたいと思うわけなんであります。東アフリカの湖に生息するシュモクドリ、どこまで近づけるか試してみたわけなんであります。というわけでキャンプなんですけど、テーブルの上にプラスチックの容器が残っていたってことで、それがお猿に見つかってしまったわけなんですけど、我々のゴミっていうかゆで卵の殻なんですけど、散らかすなって言ったらちょっと反抗されてですね、小競り合いとなってしまったわけなんであります。本当に気が強いやつはどこにでもいますからね。やはりあまり揉めないようにしないといけないわけなんですけど、この猿たちは群れで動いているということで、一度に現れるので油断できないわけなんであります。というわけで残念ながらこの猿が持っているオレンジは私のオレンジ、すでに猿が食っているオレンジなわけなんですけど、ちょっと油断してしまいましたね。今度は高いところになんかいますけど、先ほどの猿とはちょっと違いますね。白と黒の何か、この分かりやすいカラーの動物はその名もシロクロコロブス。そんなひねりのない名前の動物が降りてきました。ちょっとふさふさでにゃんこみたいなんですけど、先ほどの猿みたいにいたずらはしないわけなんであります。かわいいお猿さんですね。座るとやはり猿なんであります。いい顔してるね。湖から上がってくるのはいつも通りカバ。ただし今回はいつもと違ってカバとの距離がいつもより近いわけなんであります。この昼間に上陸しているカバっていうのをあまり見ることはないんですけど、カバにとってここは少し条件が違うようなんであります。しかも結構な数がいるわけなんですけど、人間を怖がったり威嚇する様子はないわけなんであります。で、それはなぜなのか。実はこの柵があるからなんであります。カバにとってはこの柵を越えて人間が入ってくることはない、そのような認識を持っているものと思われますが、今ちょっと私カバに怒られましたけど、人間としてはこの柵多少電気が流れていますけど、これをどこまで信用していいのか。そんなわけで電気柵があるから湖畔で魚取りができないという重大な問題に直面したわけなんであります。 One hour only, not 2 hours. But 2 hours make it 5,000. But I think 2 hours is good. Let me talk to the, Yeah, go on, talk with them. What we can catch is just tilapia and common only, no other kind of fish. You will just cut tilapia, even the catfish, if God willing. What kind of other kind of fish is there? Here we have 4 types of fish. Do you Only know the 4 bass? Yeah, I know. The catfish? American fish, catfish, Yeah. yes. Yeah, that's the catfish. The one like a snake there, the smooth one. というわけでティラピアを釣ってもしょうがないですからね、この船には乗らないわけなんであります。うんこしましたよこいつら。すごいうんこだったな。あの植物のとこにうんこを振りかけたんですよ。というわけで電気柵があるから湖畔で魚取りができない、それよりもカバがいるからという方が正しいかもしれませんが、実は作戦があるわけなんであります。
というわけで朝になったわけなんですけど、寒いので焚き火してます。以前にも言ったんですけど、赤道に近いんですが標高が高いんですね。そんなわけでお湯を沸かすにも時間がかかるわけなんですけど、カップうどんを食べるわけなんであります。 So there's three nets and one, I don't know how to call it, but a trap. You don't know the name. This is just a trap. Yeah, just a trap, Yeah. two of trap. So you are the one who choose where to put air. I cannot cross over, Yeah, so we you want will to do go and that. Yeah. Here. I think good idea. Yeah. Yeah. Let's do this. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yeah. So Five smaller, including small. というわけで、キャンパーである私は電気柵を越えて湖畔に行けないわけなんですけど、従業員は行ける。 How do you jump the fence? Oh! What a skill! というわけで、このいいとも青年隊が張り切ってネットをセットしてくれるわけなんですけど、よく分かっているというか、良さそうなポイントに工夫してネットを入れてくれるわけなんであります。まあこの辺は彼らとカバのテリトリーですからね。そんなわけで魚がどこにいるか分かってるんだと思います。まあ今回はこんな感じで人にやってもらってますけど、フェンスを越えていいなら自分でやるわけなんであります。 Don't forget where to put the net, eh? まあよくあることなんですけど、私も自分で網をセットしていざ回収しようとするときにどこに置いたんだかわからなくなってしまうってことがよくあったわけなんであります。やはりロープの先に目立つものをつけたり、そんなことをした方がいいわけなんですけど、セットした網は翌朝回収に来るわけなんであります。さあまた朝になったってことなんですけど、一体何泊したのかというわけで2泊したわけなんであります。残念ながら昨晩湖が荒れてしまってですね、網をセットした場所の状況が打ち寄せられた植物などの影響でかなり変わってしまったわけなんであります。まあそんな中アフリカンキャットフィッシュが入りましたってことで、とりあえずなんか取れましたってことなんですけど、そんなに面白くないわけなんであります。やはり前の晩に湖が荒れてしまったってことで、網やトラップの中がゴミだらけになってしまったわけなんであります。 Just put it here, I will clean it. というわけで網の中にゴミが入ってしまうと、その中に魚が入っていくことはないわけなんであります。というわけでせっかく青年隊に協力してもらったんですけども、ちょっと残念な結果になってしまったってことで、同じ場所なんですけど、昨日の釣りのおじさんですね、この人と釣りをした方が楽しいんじゃないかってことで、まずはどんなものか様子を見たわけなんであります。まあ何がいいのかって言ったら、天気がいいのが一番だったわけなんですけど、このおじさんは趣味で魚を釣ってるわけではなくて、ここで釣った魚をご近所で売ったりしてるわけなんですけど、ここではそんなに大きな魚が釣れないということで、大した稼ぎにはならないということなんであります。 That's a catfish. この魚は先ほどと同じアフリカンキャットフィッシュなんであります。 That's an African crada. Let me take a photo. Nice, nice. というわけでアフリカンナマズが釣れたわけなんですけど、ここで最も釣れるのはティラピアなんですね。今のは全然ね、ナマズの場合針全然問題ないですよね。ついてるけど待ってるんだよね。まあそんなわけでこれがそのティラピアということなんですけど、このサイズはさすがに小さすぎて売り物にならないということなんですけど、このサイズだと10円ぐらいで売れるそうなんであります。 Can I see? Nice. というわけでティラピアしか釣れない湖を後にしたわけなんですけど、この後も動物たちとの触れ合いは続くんですけども、そろそろ今回の本題に参りたいと思うわけなんであります。さあ戻ってまいりましたってことで、ご当地水槽なんですけど、立ち上げから1年が経って飼育水がようやく透き通ってきたってことで、その理由を5つお話しするってことだったんで、早速参りたいと思いますけど、このご当地水槽ではまず底面フィルターを採用したわけなんであります。月日が経って砂利に十分なバクテリアが定着してきたのか、生物ろ過の効果がかなり上がってきた気がするわけなんですけど、何がどうなっているのか目に見えないんでよくわかりませんよね。まあそんなわけでなんとなく効果が上がってきてると思うわけなんですけど、底面フィルターのいいところは砂利全体を使ってろ過できるところなんですけど、砂利の一粒一粒がバクテリアの住処になるので、ろ過をする面積が広いということなんであります。ただしこの水槽の場合、砂利の厚みを間違えると水の流れが悪くなって機能しづらくなることがありますけど、この砂利の粒の大きさであればもう少し入れた方が良かったと思っています。
というわけで基本的には底面フィルターはとても静かで安定したろ過ができる優秀なシステムだと思うわけなんであります。そして次なんですけど、最近この水槽の飼育水の黄ばみがだいぶ落ち着いてきたわけなんであります。その理由はいくつかあるわけなんですけど、一つは流木から出ていたタンニンなどの成分がもうほとんど出なくなったからだと思っています。新しい流木を入れたばかりの頃は飼育水が茶色く黄ばんでしまうわけなんですけど、これは流木の中に含まれているタンニンやフミン酸といった天然の成分が水に溶け出すことによって起こるってことなんですね。そういった茶色い成分は魚にとって有害ではないんですけど、やはりクリアな水槽を楽しみたい場合には見た目の問題として気になりますってことで、このご当地水槽としては透明な状態がベストな状態なんであります。飼育水が透明になった理由の3つ目なんですけど、この水槽は底面フィルターだけでなく上部フィルターも2つ採用しています。ほとんど反則技みたいな感じですけど、当初はこちらの45センチ水槽用の上部フィルターだけ使っていたんですけど、先ほどの流木問題やそもそも水道水が茶色いっていうそんな問題もあったりして、こちらのハンドメイド上部フィルターを追加したわけなんであります。結果として生物ろ過ももちろんですけど、底面ろ過だけでは難しい物理的なろ過もかなり充実しましたってことで、底面ろ過を助けることになったわけなんであります。そしてあと2つあるんですけど、長いですかね。というわけで4つ目なんですけど、砂利に茶苔が付着していると水槽内全体が黄ばんで見えるわけなんであります。茶苔が砂利についてしまうと簡単には取れないわけなんですけど、そこは苔取り生態にお願いしましょうってことで、前回の動画で紹介したこのレッドアイラベオというお魚が砂利についた茶苔を全部食べて何もなかったような状態にしてくれるわけなんであります。それによって飼育水の透明度が向上したように感じるってことで結構重要なんですよね。というわけでご当地水槽の飼育水がかなり透明になった5つ目の理由なんですけど、前回日本に帰国する前に買ってきた方がいいですよって言われたものがあったんですね。そんなに珍しいものではないんですけど、ブラックホールという商品なんですね。石炭系原料を高温処理した特殊活性炭なんて言ってますけど、要は通常の活性炭よりもタンニンなどの黄ばみ成分吸着に優れていると。そんなわけで上部フィルター2つ両方に仕込んでみたわけなんですけど、いろんな対策をしているのでどれが効いてるのかよく分かりませんけど、黄ばみの吸着についてはフィルターだけでは難しいと思いますので、やはりブラックホールの効果があったものと思っているわけなんであります。いつ取り替えたらいいのかよく分かりませんけどね。というわけでご当地水槽の飼育水がかなり透明になった理由は何かってことでお話ししてきたわけなんですけど、今回はいかがだったでしょうか。あまり珍しい話題ではなかったわけなんですけど、面白い部分があったとか、そんな場合にはいいねを1回だけクリックをお願いします。そしていただいたコメントには 100% 返信コメントをしておりますので、たくさんのコメントをいただけると嬉しいわけなんであります。寝てる方はそろそろ動画も終わりますので起きてくださいってことで、また次回お会いしましょう。というわけでお相手は最近あまり風邪をひかなくなったもののけ兄さんだったわけなんであります。I wanted to my mom to